滑る滑る。どうも、今回はマウスソールの紹介です。 PC ゲームをよくプレイしている人はゲーミング〇〇とかよく買いますよね。実際自分もマウスやキーボード、モニターなど大体ゲーム用に作られたものを買っているわけですが、やっぱりそんなに安くはないですよね。マウスなんてゲーム用とかを考えなければ500円でも売っている場合もありますし、キーボードも同じくそうです。ただ自分が使っているような、そして PC ゲームをキーボードとマウスで遊んでいるようなこの動画を見ている人たちはおそらく5000円から1万円、むしろそれ以上のものを使っているという人もいることでしょう。ですがマウスってどんなに丁寧に使っていても滑りが悪くなるタイミングがあります。そんな時買い替えるという選択肢もあるにはありますが、やっぱり結構高い買い物を消耗品のように買うのって嫌ですよね。実際自分のマウスも使うにつれてマウスソールが少しへこんだりして滑りが微妙だなと思うようになってきました。でマウスソールを購入したわけですが、単なるマウスソールを買うのも面白くないなと YouTuber 精神に侵され買ってみました。ガラスでできたマウスソール、パルサーのスーパーグライドというマウスソールです。自分はロジクールの G703H というマウスを使っているので、それ用に作られたものを購入しました。ちなみにもともと動画化する予定は全くなかったので、マウスソールの交換の際の映像は撮っていません。今回は使い心地と使う際の注意点だけお話しします。前評判としてはマウスパッドとの相性によっては滑りにくいとか聞いていたんですが、自分の使用しているマウスパッドロジクールの G840 では元のマウスソールよりもかなり滑りやすくなりました。このマウスパッドのキャラたちは LOL ってゲームのキャラらしいです。ロジクールとのコラボをしていたらしいんですが、なぜか無印よりも安かったので購入したやつです。概要欄にリンクを貼っておきます。クソでかいマウスパッドなんで、マウスパッド自体が動いたりすることなくておすすめです。話を戻します。自分はゲームなどをする際にマウスをマウスパッドに強めに押し付ける癖があったんですが、滑りすぎてビビります。純正マウスソールを使っている人は一切マウスを押し付けずに使ってみてください。感覚的には近いかなと思います。ほとんど抵抗を感じないんですよね。映像でも少しは伝わることでしょう。全然力を入れていないということがわかりますよね。そのおかげもあって追いエイムがブレなくなったという感覚があります。引っかかって止まってしまうみたいなことが起きなくなりましたね。逆に狙ったところで止めるという行為に関しては少し難しいです。止まらないというわけではないんですが、なんというか癖があります。今までは止めるためにマウスパッドに押し付けるようにしていたんですが、手首や腕で止めるイメージがいるっていう感じですかね。なんかそんな感じです。あと元のマウスソールに比べて少しだけ背が高いので、使い始めの時は持つ時に若干違和感を感じるかもしれません。でここからは使う際の注意点なんですが、ガラス製のマウスパッドとの併用はやめましょう。使えないわけではないんですが、どちらもガラス製だと傷がついてソールもパッドもいかれてしまう可能性があります。同様の理由でマウスパッドなしで使うのもちょっと怖いですね。半永久的に使えるとは書いていますが、結局ガラスなので傷がついたり割れたりしたら終わりです。当たり前ですけどね。まとめ総評です。今回はガラス製のマウスソールスーパーグライドを使ってみました。めちゃくちゃ滑りますが、止め方に癖があります。ちょっと難しい。あと見た目は悪くないんですが、できれば真ん中部分のソールも欲しかったです。マウスパッドとの合わせ方には場合によってはかなり苦戦しそうです。といった感じでした。ローセンシな人やとにかくフリックを早くしたいっていう人にはおすすめできると思います。2000円程度で購入できるので、気になった人は一度購入してみてはいかがでしょうか。それでは次回もお楽しみに。